僕らの宇宙教室の宮川博です。今回は映画コンタクトの紹介です。原作は天文学者であり、SF 作家として有名なカール・セーガン、監督はロバート・ゼメキス、主演はエリー役のジュディ・フォスター。それでは早速あらすじですが、地球外知的生命体探査のセチプロジェクトの研究者エリナー・アロウェイ、愛称エリーはアレシボ天文台で探査研究を進めている毎日でありました。私個人的にはですね、後に私が建設に携わることになった、人類史上最高性能と言われている、チリのアタカマ砂漠にあるアルマ電波望遠鏡群をですね、初めて私が見た時に、映画で、エリーが操作していた、電波望遠鏡群とですね、オーバーラップしてしまいました。映画のあらすじに戻りますが、先の見えないセチプロジェクトに対し反対者も多かった。例えば同じ科学者も世界最高峰の設備をセチプロジェクトにほとんど使われてしまい、成果のないセチプロジェクトより成果を出している私たちに使わせてほしいと言っている。また宗教関係者はセチプロジェクトは神への冒涜だと反対している。それから政治家もここまで来ても成果が出ないようならセチプロジェクトはやめるべきだという立場で反対している。忙しい研究業務に合わせて反対者との戦いもリーダーであるエリーが対応していた。しかしエリーのチームは研究費とアレシボの利用権を打ち切られ、研究は中断を余儀なくさせられてしまう。エリーは独自の資金源を求めて各企業を渡り歩き、ついにハデンという富豪スポンサーに協力していただけることに成功。そしてニューメキシコの電波望遠鏡群を独自の資金で渡りつけ探査を再開した。電波望遠鏡での探査を行っていたある日に、エリーはこと座のベガからの電波信号を受信した。チーム一丸となり解析を進めた。このことを独断で公表したことで政府が介入してきました。探査は進み、次第にエリーたちの考えとは違う方向に進行していくこととなった。探査業務の主導権や解析内容の解釈などをめぐって政治と科学と宗教を巻き込んだ展開となってしまった。ハデンの助けによりエリーはメッセージの分析に成功した。メッセージには人類が初めてテレビ放送のための電波を発信した頃の映像であるヒットラーが映っていた。またそれ以外には移動装置の設計図も含まれていた。その設計図をもとに世界各国共同でベガへの移動装置が建設された。日本は乗務員を出さず移動装置製作に協力した。エリーは乗務員に志願したが、選ばれたのは天文学の権威であるドラムリンであった。しかし動作テストの日にカルト宗教家のテロで移動装置が壊され、ドラムリンは死亡。そんな時にハデンから北海道の東海岸で極秘に並行して製作していた移動装置2号機があることを知らされ、エリーは2号機の乗務員となった。2号機で出発し、ワームホールを経由し、ベガに着いた。ベガで異星人の扮する大好きな父との再会があったエリー。本当の父ではないと分かっていたが、感動してしまうエリーであった。そのイメージでの父、異星人に、これはスタートでまた会おうと、エリーは地球に戻った。地球に着いた時に発射時刻から数分しか経過してないことに気づかされる。地球側でも移動装置から出た宇宙船は装置から海に落ちただけのように見えたのだ。つまり失敗であった。証拠となるエリーが持っていたカメラには磁場のためか何も映っていなかった。エリーがベガでの出来事を話したが信じてもらえなかった。
単なる妄想と決めつけられた。エリーはベガでの出来事を話さないと約束させられ、ニューメキシコに戻り宇宙との研究生活を再開。政府の援助なのか、ニューメキシコの超大型電波望遠鏡は増設されることとなった。それはエリーがベガに持っていったカメラの録画記録を調べたところ、ノイズだけだったことは確かだが、その録画記録は18時間であったことが分かったからなのだ。続いて映画コンタクトの私の感想ですが、私は映画コンタクトを見る前に、原作の本コンタクトを読んでいました。本の内容は専門用語が多く、大変難しい内容でありました。35年ほど前に出た本で、当時一般的にはですね、電波望遠鏡なんていう世界はですね、ほとんどの方が知らない世界でありました。でも日本では、当時、長野県野辺山のですね、世界最高の電波望遠鏡と言われている45メートル電波望遠鏡が、観測をスタートした頃でありました。私はこの45メートル電波望遠鏡のですね、建設を担った会社に勤務しておりましたので、直接はこの45メートル電波望遠鏡に関わってはいませんが、概略はおおよそ理解しておりました。当然一般社会ではブラックホールなんて完全に SF の世界扱いであった時代、そんな時に現在を予測するようなすごい世界を作ったカール・セーガンの先見の明に感動しました。しかも当時のブラックホール研究者と同じような立場は今ではワームホール研究者だと思います。現在そのワームホール研究者が多く誕生していると聞いています。映画全体としては主役のエリーであるジュディ・フォスターは本を読んだ時のイメージ通りで適任で素敵でした。個人的にはちょうどエンジニアとして試行錯誤していた時期にこのコンタクトの本や映画と出会い、より宇宙への気持ちを強めてくれました。私にとって感謝しなければならない本や映画であると言えます。最後にまだ見てない方でこれから、コンタクトの世界に触れようとしている一般の方はですね、最初に映画を見ることをお勧めします。そしてさらにですね、細かいことを知りたくなった場合には本に入ることが良いと思います。なぜかというとですね、本は大変に専門用語が多いんですね。理解しにくいので映画である程度のことを理解してから本に進まれると良いと思います。でも専門家の方はですね、電波望遠鏡とかそういったことに強い人は最初から本に入っても良いと思います。映画コンタクトの世界は多分今の時代でもすごく新鮮な新しい宇宙の世界に触れさせてくれると思います。ぜひ楽しんでください。